心ください。レンファ様にもメイリー様にもお話は通しておきましたので。明日は厳しくしますよ。そろそろきっちりと取り組みませんと。メイリー様も成果を気にされていましたしですね。時間も長めにとってみっちりやりましょうね。あらはあ、探しに来たと言えなくもないですね。どなたとどなたがですか？どうぞとおっしゃいますが。そういうことですか。では失礼して。
あんたら大胆なんですから。そういう性癖をお持ちだったんですか。許すって何のお話ですか？約束？はあ。ああ。でしたね。はいはい。急に位置の視察を頼まれまして、うっかりです。すいません。お仕事に集中してしまいました。ああ、いけないんですよ、カツトさん。私と約束があるのに破ろうとしたんですか？うー。さっき逃げたっておっしゃってたじゃないですか。そうやってちゃんとご説明いただければ怒ったりしませんよ。私そんなに物分かり悪くありません。お城に戻ってお勉強しましょうか。先にお勉強の約束があったわけですし、ちっとも進んでいないことを反省していたんでしたよ。思い出しました。いつでもというほどではありません。カズトさんはあまり勉強熱心ではない気がします。この前はあんなに熱っぽく。では。そう堅苦しく考えなくてもよろしいですよ。人の行き来が活発な場所を見て回れば、およその雰囲気はつかめるでしょう。はーい、正解ですね。今、さりげなく痛かったでしょう。結構。人の上に立つお方は寛容であるべきだと思いますよ。ええ、そういうことです。
当然でしょう。為政者はその地に生きる人も大地も草や木も守るために存在するのです。代々孫家はこの地を守り愛してきました。弱きを助ける慈愛に満ち、非道を許さず、自らが守ると決めたもののためならば血を流すこともためらわない志士となる。そうした主を私たちや民も心からお慕いして愛しています。孫家の意向はそれだけ深くこの地に根を張っているのです。孫家の皆さんの特徴はすべて呉に生きる民の傾向ですよ。気が強くて人情味にあふれて、それはやむにやまれぬ事情です。海に面した土地が多いもので。ご覧ください。タイですよ。タイ。市が健全に成り立つためには自分の土地で採れたものばかりが並んでいるようではいけないんですけどね。本当は。市は人の出入りが命ですよ。特に旅の行商人とかは積極的に受け入れないといけませんね。人が寄れば物資が集まります。物資はもちろん富をもたらします。何より諸国を巡ってきた商人がもたらしてくれる生きた情報、これが価値があります。国政として取り込もうとすれば長者が何人いても足りませんよ。ですね。正しくはメイリン様の補佐ですが、メイリン様は誰かに自分の仕事を押し付けることをしませんから。本か。それも見慣れない店構えですよ。他の地から流れてきた商人が最近構えた店に間違いありません。ちらっとだけ見てみましょうか。どうします？商人は移り気なんですよ。今日ここにいるからといって明日店を構えている保証はありません。出会いは一度きりかもしれないですよ。はい、踏ん切りがつきました。見ます。絶対に覗いていきます。見せてくださいな。
これはなかなかいい品揃えですが、平気。大丈夫。これも危ないところでした。まあなあ。再び私の心を揺さぶろうというんですか？そうはいきませんよ。これは猛徳が宗師に自ら注釈を加えたというギガなんですか？知識や書物に敵も味方もありません。素晴らしいものは断固として素晴らしいのです。そう、猛徳は歴史に名を残す傑物です。あの方が駄作を残すために筆を取るものですか？一体どのような解釈を？心が躍ります。締め付けられます。ご主人、この本の出所は5では出回っていないはずですよ。なんと。なので持ち出しを禁じてもいないのですね。恐ろしい方。こうして他国にまで自らの意志を広め、顔を合わせることなく賛同を得て。もしやこれは私を引き抜くための甘い罠。それだけ意味があると考えているのでしょうね。気の豊かさの証明でもあります。その本が義で広まっているのでしたら、よろしきこととは思いませんか？捨ておけません。知識の上で遅れを取るという意味になるでしょう。私が軍師として猛徳新書に触れ、我が血肉に変えないとですね。
藤さんが買ってどうするんですか？知識は必要としている人が得て初めてですね。必ず時期っていつですか？約束ですよ。必ず持っててくださいよ。絶対ですよ。あと、黙って先に読んだりするのも禁止ですからね。ちー